だから漫画だとやっぱ描けるコマになるけど、アニメーションだと絶対難しいコマも描かなきゃいけないじゃないですか。まあそれにタップ割りとかそんなに必要ないし、軽く5枚あればかっこいいアニメーションがいろいろ試せるんですよね。よろしくお願いします。お願いします。毎度です。今回も内田さんも日野井さんが来てます。どうもアニメーターと漫画ライブペインター、サイバーパンクいつも描いている内田さんはヘルメットから出てくるチューブ攻撃的なイラストだけどこんな感じだけど、伸ばせるんだ。伸ばせます。これが自動的に、どんな動きを描きたいんですか？もうイメージ的にはこういう感じ。手前、奥から手前にここにこれがそのメットなんですけど、でかくなっちゃった。チューブが伸びて爆発してるみたいな。こういうイメージな動きは何かアニメーションにするにはかっこいい方法ありますか？まあキャラの顔のアップから始まって、でのけぞってまだその時はアップでその次にこのポーズに持ってくれば。すごい。イメージとして書いてみましょうか。面白そう。面白そう。どうなるのかな。目のアップからでも全然構わないし。目のアップめっちゃかっこいい。キランと光らせてから美味しい。目のアップはその正面がいいんですかね。そうだ、この場合チューブを伸ばす方向があるからちょっと左側に傾けた方がいいですかね、この場合。方向性、イマジナリーラインってやつですか？イマジナリーライン。そうかそうか、そういうこと。こっちに、なるほど。面白い。あるんですでしょう。すごい。さすがに早い。今度お姉ちゃんなんで。いいね。はい。じゃあ動くを見ながら重ねて描いていきましょうか。次はやや引き。少し引いたところで力をためるのに前かがみこれもちょっとうつむき加減ですけど、元の1枚目の絵がそうですね。それよりさらに力をためる意味で前のミレにグッと力をためる感じですかね。どれぐらいの大きさ、どれぐらいの引きですかね。もうちょっと大きくても全然構わないと思いますけど、これぐらいですか。そうですね。目は開けてていいんですか、なんかもう5分だけでもう内田さんがアニメーターになった感じ。なってない。イメージがまとまればコンテも描けますよ。コンテキャラの立ち位置とかいちいち気にしなきゃいけないんですけどね。いや、そうつじつま合わせるのがめっちゃ。全部で何枚くらいになるんですか？まあアップで少し引いて、基本のポーズだと1、2、もう1枚ぐらい描けば大体の動きが見えるようになります。気持ちなんかこういうことやってみる。いいね。やってる風、確認しながら。ちょっとやってる風です。はい。でこの角度を意識しながらのけぞって力を放出する前のもうこういう、むずい。それ大きさどれぐらいなんですか？そうですね、ウエストショットぐらい、腰から上。とりあえず縦横の線を引いて決めていった方が分かりやすいと思います。縦横？これに合わせた。これですか？縦横？ちょっと傾いた感じですかね。傾いてる。煽りになっちゃう。違う。全然のけぞるのが多分描けないかも。
じゃあこれは伸ばす1枚の前ですか？なんかこういうシーンがサンダーカッツのオープニング思い出しました。走ってるキャラクターとか伸ばしてる棒とか、作画 TV っていう、書き方なんですけど、作画でトラックバックの表現をする感じなんですけど、作画 TV 用語が全然わかんない、ゴンドラ TU とか何言ってたそれはセル時代のね手法をそのまま使っちゃってるんですけど、一回見たことあるゴンドラ TU っていうなんかマルチボケで手前をぼかしたりするでしょ。そのことです。そうなんだ。私は素人なんで全然わかんないままセリフを打ってるっていう。面白かった。普通のアニメーターでも最近そういう用語知らない人が多いんで。はい。OK。顔が変。じゃあこの絵とこの絵の間っぽい絵を1枚入れれば。間っぽいやつ。むずっ。サイズとしては何色が間なんですけど。そうですよね。だんだん引いてくってことですよね。もう前のめりになって発射してる感じで全然構わないと思いますんで。もうだいぶ発射しちゃってるみたいな。内田さんかっこいい。5分でアニメーターになった。何？何でもできる？何にもなってないです今。アニメーション書いたことない突然トラックバックなんちゃら作画 TV 作画 TV すごいね。これぐらいですかと一連の動きができたところでちょっとこれタップは開いてないですけどパラパラっとじゃあこれを外してちょっとお札を数えるときみたいにずらしてパラパラっとこうか、よいしょ。自分で確認するのとカメラに見せるのはちょっと勝手が違うんで、すごいアニメすげえアニメになったかっこいい。すごいですね。3枚目がちょっと下手でしたね。よく使うアングルなんで、パターンを覚えておくとこういうのすごい、すごい。アップから引くっていうそのなんかアイディアが出てこない漫画だとなんか漫画アニメですからね。確かにアップから引きってなるんですけど、やっぱ動画になるとすごいっすね。苦手だと言ってたこういうポーズですとなるほど。そこまで。いや本当でもそれぐらい描きたかったんだよね。やっぱり。そっか、このポーズで別に顔がはっきり全部パーツ見れなくてもその角度だとその後の力が感じるか。そうこれぐらい振りかぶってた方が絶対かっこいい。すごい。あれ結局このキャラクター名前ができたんだっけ？まだお姉ちゃん。お姉ちゃん。デザフェス姉。呼びにくいね。そうデザネキです。姉です。分かりやすくするともう一枚ここからここに入れておくとどうしたらどんなもんかな。だいたい一連の大まかな動きを作っておいてその間にこれを入れた方がいいあれを入れた方がいいっていうのを考えながら足して一連の動きを作ってきますね。タイムシートで平等にフレーム入れなくても大丈夫ですか？そうですね。ここは2コマ打ちで見せたい、ここは3コマで大丈夫っていうところも自分なりに考えて打ってますんで、なんかジャイアントロボットのアクションとかそういうシーンに突然1秒に8枚から突然1秒に24枚とかになるのがありえるんですか？だいたいフルアニメにすることはめったにないと思いますけどね。だいたい2コマで十分見せられるんで、もう1枚欲しいな。すごい。
こんな感じかな。少しずつトラックバックして力溜めて放つ。そうですね。はすごい。これで一連の動きができましたよね。最初からその単純にただ伸ばしてるアニメーションすると思ったけど、やっぱりそのなんだっけ、作画 TV。 TV 作画 TV かっこいい。かっこいい。ぽいなんか。まあそれにタップ割りとかそんなに必要ないし、軽く5枚あればかっこいいアニメーションがいろいろ試せるんですよね。1枚で見せるにはね、最後のこのポーズ、ね、この画角がいいんでしょうけど、この1枚で済ませるアニメーションっていうのが最初のフレームここら辺に小さくとってクイック TV といってガーンって最初に見せるんです TV 枚数節約の時によく使います。節約のやつそれ大事。それ大事。大事。でさっき言ってた画面ブレを、ね、こうやって足すとビーみたいな。最後トラックバックもゆっくりにフェアリングって言うんですけど、最後の方が溜めてヒアリング。このシーンまで来たら何枚見せる？この絵かっこよく見せるんですか？せいぜい12フレームぐらい見せときゃいいんじゃないですかね。でそのままこの爆発がこう広がりながら終わると。そしてタイトルタイトルオープニングだった。なんか自分で書けそうと思ってますか？なんか漫画だとやっぱ書けるコマになるけど、アニメーションだと絶対難しいコマも書かなきゃいけないじゃないですか。それが難しいなとで、その漫画はその静止画なので永遠にそこで止まれるので、やっぱ綺麗な美しいところを選ぶんですけど、動画にするとやっぱどうしてもその不細工な角度じゃないですけど、難しいコマね、角度も書かなきゃいけないっていうのがやっぱ大変だな大変そうだねって思いますね。そう、苦手な足の角度とか煽りの顔とかフィルムコミックとして割り切って書くとかフィルムコミック漫画のコマを使ってアニメーション風に見せるってやつですよね。あれはそうそっちか。貼ったポーズとか決めポーズは、ね、どっちでも必要でしょ。いや漫画でもある。そう決めはすごい大事。知り合いのメカアニメーターさんが言ってたんですけど、やっぱり宝塚とかはい。歌舞伎の見栄のポーズが参考になるとそうなんだ。ほらメカアニメーターは決めたポーズをそうですよね、ロボットにさせなきゃいけないんで、変身みたいな、なんかそう合体みたいな感じそうで、敵をぶった切った後のこのバッて後ろをドカーンってやつありがとうございます。突然アニメ書いてください的ないや初めて挑戦してくれてありがとうございます。それ難しいわね。すごいね。教科書のパラパラ漫画でやってみようぜやるそして内田さんの Twitter と Instagram でフォローぜひ。いぶくち4シーンでやって内田慎之介でやっております。ここら辺に出てるのでフォローお願いします。そしてそこでその Etsy のショップリンクとか、通販やって海外どこでも発送多分できるので T シャツとか売ってます。漫画も売ってますのでよろしくお願いします。でもこれは売ってない。売ってないこれはもう売ってないです。アニメエクスポ限で定販売だったのでアニメエクスポで印刷されたもの。その場で印刷して渡してました。あと内田さんと日野江さんが出ている動画いっぱいあるのでぜひ見てください。あと登録お願いします。バイバイ。バイバイ。お達者でーす。